韓国は楽しいです。BTS、カンドラ、美容、グルメ、カフェ、僕は大好きです。でも、外から見る韓国と、実際に19年住んだ韓国、これかなり違います。完璧な国なんてありえません。日本にも悩みがある。韓国にも当然あります。これ、日本人が聞くと絶対に驚きますよ。今日は韓国に19年住んでいた僕が実際に感じたちょっと怖い現実を5つ話します。普通の人生の難易度が高すぎる。人間関係が近すぎる。常に誰かと比較する社会。ソウルの輝きの裏側。受験が人生を決めすぎる問題です。それでは行きます。一つ目、普通の人生の難易度が高すぎるということです。例えば最近だと、普通と呼ばれるものは、ソウルでいて、いい企業に入ってみたいな感じだと思うんですけれども、ソウルのマンション、普通に1億円超えたりするんですね。しかも就職でいい企業ってことは、普通財閥系企業のことを指すことが多いんですが、サムスンとか SK とかヒョンデ自動車みたいな大手企業入るの超難しいんですよね。だから、ここで言う普通って、実は普通じゃないんじゃないのってことを思うことがよくあるんです。例えば、地方に住んで、地元で就職して、地元で結婚するじゃなくて、ソウルを目指さないといけない。それが普通だ、みたいなことにとらわれるところを見てて、僕はそういうことまでしなくてもいいのになってことを考えることがあります。例えば、日本の場合ですと、福岡、仙台とか広島に行くと、見る綺麗な場所ありますし、年収が2000万円、3000万円とかじゃなくても、普通に広い家で自動車買って結婚して子供数人ぐらいいてみたいなこともあり得る話だと思うんですし、でそれもそれで尊重される社会なんだと思うんですが、韓国だと、ソウルでいい企業入ってみたいなことで普通になってしまうと、ハードル高いんだなというふうに思うんですね。もちろん、みんな競争して勝ち上って社会、経済が成長しやすかったというふうに思うんですね。けれども、その対象として、この企業に行かないと足りないんだ、だったりとか、自分は財閥系企業に行けてないから失敗しているかも、みたいな不安になる人がいるような気がしてて、価値観違うんだなというふうに思いました。で、二つ目は人間関係の温度差が激しいということです。日本って人との距離感ありますよね。会社でもプライベートを分ける人が多いです。優しいし、深入りしすぎないっていうのがありますね。それが日本における文化なんだと思います。で、韓国は全く違う文化があって、近いです。とにかく仲良くなるスピードも速い。会って数日でご飯おごることもある。毎日 LINE することもある。自分の家族を紹介することもある。感情表現も大きい。困ったら本当に助けてくれるんだと思います。この情の強さっていうのは、韓国における、韓国社会の武器なのかもしれないですね。例えば、受験競争とか軍隊文化みたいな厳しい環境でも人との結束で耐えられる、そういった頑張る力を出せるようにしてくれるっていうのがあると思います。でも、近すぎる時もありますね。例えば、連絡頻度とか上下関係とか飲み会、期待値が高いんだと思います。なんで返信遅いの？なんで来ないの？これが積み重なると思うんですね。日本人ほど少しほっといてが恋しくなるのかもしれません。韓国の人間関係で、日本人からしたら0か100になりやすいんだというふうに思います。日本の場合だと、グラデーション的な関係の持ち方あると思うんですが、それとは違う様子が韓国にはあるということですね。で3番目は、常時ランキング社会ということです。日本もね、もちろん他人と比較する感覚はあると思います。でも、実力っていうのはそこまでないかなという個人的に思っていますし、直接言ってこないっていうのはあると思うんですね。例えば、初対面で年収いくらですかとか、家いくらですかっていうのは、日本だと珍しいですね。で、韓国はこういった比較っていうのが会話に出やすいんだと思います。どこの大学とか、家どこ？親何してる？賃貸持ち家？こういうのを普通に何気なく聞かれるんですね。悪気はないと思うんです。情報交換みたいな感覚なんだと思うんですね。SNS を見るとかなり競争的でして、ブランドバッグ、高級マンション、会社、海外旅行っていう、見える成功っていうのが強いんだというふうに思います。だからみんなこれだってなると、これを目指して一気に集まりますし、一気にそこに行こうとするのがあると思うんですね。これは韓国の流行の
変化っていうところの側面においては早いし強いんだと思います。でも、これって人によっては大変疲れる話なんだと思います。常に誰かと比較されるってことがあります。特に、日本人の場合ですと、あなたはあなたの人生、あなたが好きなように生きなさいみたいな価値観がある中で、韓国っていう国に行けば、韓国ではなんかこれを決めてみんな一気に行くぜみたいなことがありますから、年収が上がってももっと上が見える。ソウルの高級住宅街に行くと、普通の会社員でも急に自分ダメなのかなっていう危機感を感じることがある。だから、在韓日本人でこれに苦しむ方もいるんじゃないかなというふうに思います。で、4番目は、ソウルの輝きの裏側ってことですね。日本人が見る韓国、カンドラで見える韓国、多分ほとんどソウルなんじゃないかなと思うんです。ミョンドン、ソンス、カンナム、ハンガン、地下鉄綺麗、カフェおしゃれ、夜中まで人が多い。これが韓国ってなると思うんですね。僕もソウルは大好きですし、韓国に住むとしたらソウルに住みたいです。でも、韓国の、社会問題の一つとしてなっているのが、ソウルに集中しすぎなんですね。韓国は人口の約半分近くが首都圏に集まっています。つまり、日本人が韓国に住むってなった時に、ソウルじゃなくて地方に住むことになりましたってなると、大変な場合があると思うんですね。特に韓国、最近若者が地方からどんどん消えています。地方大学は統合されています。シャッターの商店街も増えています。バス路線が減る地域もあります。第二の都市、プサンですら消滅危機判定を受けています。もちろんね、このソウル集中のおかげで韓国は急成長できたのかもしれません。IT とか人材、物流、エンタメ、これ全部ソウル周辺に集めて一気に進めていくっていう点では確かに強いところですし、僕もそれは必要なんだなというふうに思うんですね。でも、さっき言った通り、ソウルと地方の差だったりとか、さらに大変なこととしては、ソウルの地価がとんでもなくなってるってところですね。今、韓国、確かソウルのアパートの平均価格が1.5億円近くなんですが、これは新築マンションの話じゃなくて、中古のマンション、中古のアパートも含んだ数字として1.5億円近くなんです。これは東京と同じぐらいか、それ以上のレベルなんですね。これって、サムスンとか SK みたいな財閥的企業に入れたらいいんですよ。最近、年収1000万円ガンガン出してるみたいな話を聞いてるんですけども、そこに入れたらいいんですが、問題はそこに入れる人ってすごく限定されてるってところですよね。だからソウルに住めますかという問題は、韓国で住みたいってなった時に必ず考えるべき問題なんだと思います。5番目は受験が人生を決めるという話です。日本ももちろん受験社会と言われていますよね。でも、あくまでも日本、韓国、比較した時だけの話なんですが、日本はやり直しルートはあるように僕は個人的には見えています。浪人とか転職とか資格とか天文職、地方の国立大学で活躍される方も多いですよね。だからこの大学名だけで人生が見えるっていうのは、比較的にはなりにくいんだと思います。でも韓国の受験って皆さんご存知の通り、国家イベントレベルなんですね。スーヌンという大学受験の日があって、その日はリスニング中に飛行機のルートすら変わります。警察が受験生を送る場合もあります。会社の出勤時間もずれる場合があります。国とか一般人が受験を守るんですね。で、こういった受験勉強ってスタートも早くて、高校からじゃなくて、中学校、小学校から塾モードで、ガチ勢は幼稚園生から英語幼稚園みたいなのを通わせています。夜10時まで塾行くこと普通です。勉強量本当にすごくて、もちろん韓国はそれで、優秀な理系人材を受給してこれていると思うんですね。そういった人たちが、サムスンとかヒョンデとか SK に入って、理系企業で活躍されることがよくある。だから韓国は、経済が、良くなっていることに起用してるっていうのはあると思うんですが、失敗した時のダメージが重いっていうのはありますね。これ、日本人だからって別にそこまで他人事でもなくて、もし韓国で子育てをすることになったら、もう自分の話ですし、もし韓国で就活をすることになれば、韓国でいい大学に行ってる人たちと競争することになるので、その場合でも他人の話ではないんですね。で最後に大事な話したいと思っていて、僕は個人的に熱量とか、スピード感とか尋常とか、そういうこと僕は好きなんですね。でも、韓国に住みたいっていう日本の方には、ちょっと注意したいなっていうところがあるんですね。特に最近 K-POP とかカンドラきっかけで、韓国に住んでみるのどうだったりとか、
留学してみるのどうかなって思う人でも、旅行とかドラマとかと生活は全く別だと思ってます。だって、日本に出ているアニメとか映画って、あなたの話とは違いますよね。韓国のドラマと韓国の生活っていうのも、それと同じことなんだと思います。キラキラした部分だけじゃなくて、その後ろ側まで知るってことは大事なんだと思います。今日はそのきっかけになったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、パクンでした。アニョン。